おー、なるほどね。マコ。あ、ここか。夢の否定。キャナリー飛行精神。はあ。この森の両端にこの二人がおるってちょっと面白いな。ロビンの飛行実験のあれなんかな。爽快爽快。じゃあ一個ずつ行きましょうか。マコーから。マコー、キャナリー、ルクの順番で行くよ。その日の午後、マコーは自習の間の休息に森の散策をしていた。外から見ると陰鬱な印象を受けるこの森は、足を踏み入れれば案外心地いい空間だった。波群に透けて降り注ぐ青い光。優しく靴を受け止める土の音。湿気を含んだ柔らかい空気。生い茂る草木の匂い。それらはマコを包み込み、勉学の地帯に対する焦りや自責から遠ざけてくれる。そうして頭を無にしたおかげで、行き詰まりから脱する糸口をつかめることもあった。この散策の効用を教えてくれたのはパボーネだ。彼女はいつも自分が遊びたいからという体でマコを連れ出してくれる。今日だってマコが森に行ったと知れば一緒に行きたがっただろう。ただ、あいにくパボーネは自習中の机に突っ伏したまま深い昼寝に入ってしまったのだった。後で知ったら拗ねるかもしれない。子供みたいに口を尖らせて。その表情がありありと想像できて、マコは口元を緩めた。そうしてしばらく森の静寂を味わいながら歩いていたが、横合いの茂みの奥に不穏な物音を聞きつけ足を止めた。風の音、歯ごすれの音に入り混じったそれは人の声のように聞こえた。クスクスと忍び合うような、あるいは悲鳴を噛み殺すような。誰かいるの？問いかけた声はマコ自身が驚くほどにか細い。森の中、わざわざ道を外れた何者かの気配は非現実的な想像をかきたてた。返事はない。その代わりよりはっきりと声が聞こえた。笑うような泣くような鳥の会話のようにニュアンスが読めない人の、人の声。どうやら一人ではないらしい。マコはためらったが、やがて手を伸ばして茂みをかき分けた。木の枝がしなり、鼻先をかすめて葉が落ちる。緑の影を覗いた彼女は音の出所を目にした。おいー。これ一般生徒やな。そこには二人の少女がいた。片方は丸い頬や大きな瞳に幼さを残した少女。もう一人は大人びた風貌に色気を漂わせた少女。共に一般クラスの生徒だろう。容姿に見覚えはあるものの名前までは知らない。マコを驚かせたのはその輪郭が一つに溶け合っていることだった。掟破りだもんね。二人の腕はしっかりとお互いの腰に食い込んでいる。より強く相手を引き寄せようと精一杯の力を込めているのが見て取れる。ほとんど一塊となった影の中で、かろうじて頭部にのみわずかな感激がある。少女たちの唇は一縷の距離のもどかしさを味わっているのか、濡れたように輝いていた。
ロネット。ロネット。小柄な少女がほとんどあえぐようにして囁く。熱い吐息が唇にかかる感触を想像し、マコはぞくりと身をすくめる。なーに、レン。欲しいものがあるならちゃんと言いなさい。ロネットと呼ばれた長身の少女は目を細めて答えた。キス。キスをして。キス。その短い音韻を胸の中で繰り返しながらマコは息を飲む。それはさすがに。止めなくては。痺れたような頭の隅でかろうじてそう判断した。生真面目なマコといえど、プエラリウムのノリには過剰な印象を抱いており、厳格に従う必要性は感じていない。実際、パボーネがしばし行う軽いスキンシップについては、マコ自身も受容してしまっている。しかし、目の前で行われようとしている接触は明らかに行き過ぎたものだろう。けれど、頭に鳴り響く警鐘とは裏腹に、マコは動けなかった。ああ。強行をたぎらせたマコの瞳の中で、二つの唇はついに重なり合った。その瞬間、レンの死体がビクリと震える。踊るような痙攣は小さな肉体を貫いた喜びの激しさを物語っていた。嘘。二人は禁忌を犯すことを楽しんですらいる。操作したマコの胸に、険悪とも憤りともつかないものがドロドロと渦巻いた。二人の接触はほんの一瞬だったが、マコにとっては途方もなく長い時間のように感じられた。ロネットの唇はあっさりと退き、レンは餌をねだるひな鳥のような仕草でそれを追う。ロネット。ロネット、もっとちょうだい。久しぶりなのに、もうじらさないで。相変わらず貪欲ね。久しぶりとか相変わらずとか、まさか。二人のやりとりからこれが初めてではないらしいと察してマコはさらに驚愕した。しかし打ちのめされる彼女を置き去りに二人はマコの思う悪徳の限界をさらに突き破る。足りない。もっとあなたを近くに感じたい。はあ、やばい。小柄な少女の手が艶めかしく自らの肉体を這い降りたかと思うと、スカートの裾に潜り込み鈍い金属音を響かせた。重いものが地面に落ちる音を聞き、マコはその意味をようやく理解する。メイデンコルセットを脱いだ。その作業には相応の時間がかかったはずだが、マコの目にはあっという間に見えた。それほどに手慣れた仕草だった。どうして。マコはこみ上げる吐き気に耐えた。この禁忌に比べればキスなどなんだろう。まあいいや。キスなど小さなようなものだとすら思う。メイデンコルセットの着心地は決して快適とは言い難い。コルセット呼ばわりはしているものの、服ではなく拘束具のように感じられる。けれど、どれほど煩わしかろうが外そうとは思わない。それは禁じられているから
という以上に着用している状態が当たり前だからだ。それこそ人前で裸になるようなもの、正気を失っていなければ、みんなそうとも思わない。恥ずべき行い。あなた、また脱いでしまったの？そんな恥ずかしいことよくできるわね。マコーの胸中を代弁するようなセリフだが、ロネットの眼差しには咎める代わりに嘲笑うような光があった。だってつけたままだとあなたが遠いんだもの。レンは切なげにうねりながらロネットに自らの死体をこすりつけた。ねえ、ロネットも外して。そしたらもっと。私はやめておくわ。誰かに見られでもしたら。ロネット。物悲しい声を遮り、ロネットは再びレンに口づけた。途端、レンの瞳に溢れていた悲観が無散する。これだけじゃ足りないの？十分近いでしょ。重ねた唇の奥からレンはおえつのようなくぐもった声を響かせる。マコーはこみ上げる嫌悪に震えた。なんて汚い、不潔な、不衛生な行為なんだろう。それでも彼女の手足は凍りついたように動かない。不埒な行いを蔑み、咎めているくせに、静止のための行動に踏み切れない。この状況がはしたないから、異様だから、そのはしたなさに恐怖さを覚えて動けないのだろう。マコはそう自己分析した。欺瞞に過ぎないどころか、欺瞞に過ぎないとどこかで気づきながらも、その解釈にすがるしかないかった。しかしそれは立ち去りもせず、目を見開いてその光景を見続けることへの言い訳にはなってなかった。やはりキスをやめたのはロネットの方からだった。ロネット、好き。レンは寂しげに瞳を潤ませながら何かのまじないのように繰り返す。こみ上げる情熱に溺れながらも、もつれる舌で伝えられずにいられない。そんな一層痛切なほどの愛情がこもった声だった。眼差しにも無名の闇の中でも相手を探し求めるかのような必死さがある。その様子にマコは一瞬だけ違和感を忘れた。欲した、与えられた、嬉しい、幸せ、好き、大好き。虚像のない単純な感情だからこそほだされるものがあった。はいはい、わかってるわ。私も好きよ。一方でロネットはむしろその熱に霹靂したかのように存在にあしらっている。その瞳は終始泣いていた。レンと唇を重ねている時でさえ乾いた情欲こそあれど行為と呼べるものが含まれていたかどうか。同じ瞳に見つめ返してあげればいいのに。マコはそんな思いが芽生えていることに気づくと慌てて振り払った。なるほどね。あ、やばい。この状況でパボーネがやってくるってことは、まさか。やばいな。でもあれやんな。まさにキャナリーが言っとった、そういうのを見せると、汚れが生まれるというか、ねえ。まさにマコーがその汚れにやられてる状況だな。そりゃ禁欲にもなるわな。
それを許さんかったらもうあっちこっちでえっちらおっちら大変なことになるからな。ちょっとこれを見るには、続けてこれを見るにはいいけど、そやな、見ようか。続けてみようか。テンション上がってきた。大丈夫。18金ではないから。R17 だから。大丈夫。大事。キスはあっても、その先はないから。大丈夫。その後も続くロネットとレンのやりとりを聞きながら、マコは顔細い呼吸を繰り返した。ロネットはもう戻ろうという。レンはもう少し二人でいたいという。二人の対等とは言い難い関係性を見える会話だったが、マコにとってどちらが採択されるかは重要だった。引き上げる方を選べば、二人はマコの存在に一部始終を見られたことに気づいてしまうだろう。そうなる前に立ち去ればいいだけだと頭では分かっているものの、うまく体が動いてくれない。あまりにいろんなものを目撃したからだろうか。いつの間にか腹の裏にドロドロとした熱が生じ、下肢が痺れたようになっていた。無理やり動いたところで木の枝さえ揺らさない忍び歩きなどという芸当がこの状態でできるのかどうか。どうしよう。私、どうすれば。と、その時、背後に気配を感じた。振り返る前に伸びてきた毛やマコの口を塞ぐ。手の主はパボーネだった。もう片方の手の人差し指を立てて自分の唇に押し当てる。どうやら彼女はもうこの状況を理解しているらしい。その上で凍りついたマコを助けるために寄ってきてくれたのだ。マコの全身から一気に力が抜ける。またきな空間からいつもの日常へ一気に連れ戻された気がした。幸い、茂みの向こうではレンのおねだりが通ったらしい。再び濃密な接触に励む少女たちの生温かい空気が伝わってくる。マコはほーっと息をつき、パボーネに腕を取られるがままにその場を後にした。現場から十分に現場って言った。現場から十分に距離を取り、道の向こうに校舎が見えてきた頃、マコは大きく深呼吸した。胸の中に溜まった言葉や考えをすべて吐き出してしまうつもりで、ただ一呼吸二呼吸ではとても足りない。大丈夫？まだ頭がクラクラするわ。足元もフラフラだったもんね。転ばなくてよかったわ。ありがとう。あの場から連れ出してくれて。どうしても動けなかったの。だって、まさかあんなこと。礼を述べるついでに口をついたのは言い訳だった。自分で口にしておいて、どうしようもなくそらぞらしいとマコは呆れる。いきなりあんな場面見たら、そりゃびっくりしちゃうよね。ほら、息を吸って、吐いて。うん、もう大丈夫。そう、よかった。どこに行くの？パボーネは森にとどまりたかったようだが、マコは森の終わりまで歩き抜けた。
そのままの勢いで校舎を目指す。どこって、アドラー先生のところよ。報告しに行かないと。今の時間、一般クラスは午後の授業を受けているはずで、つまりロネットとレンは参加を怠ったのだ。だいたい体調不良などの嘘の言い訳をしたのだろう。大方やった。告発には証拠が必要だ。今なら二人の不在が証明にある。授業中に踏み込むことになるが、規則違反にならない事例のはずだ。後ろグラサから解放された反動が加わって、マコーの足取りは力強い。一方で、パボーネは追いすがりながら戸惑いを声に乗せる。報告って、さっきのことを？そうよ。だって明らかに規則違反じゃない。マコーを余計にせかしているのは、宣告の出来事を悪い行いをたまたま目撃した自分という文脈に押し込めてしまいたいという思いだった。自分は動揺しこそすれ、見入られてなんかいない。僕を目撃し、それを不道徳なものとして告発した。そんな物語として完成させる必要があった。そっとしておいてあげられない？どうして？故に、パボーネからそんな提案を受けたとき、驚愕の乗った声が出てしまった。私には、あの子たちがしてること、悪いことって思えないから。でも、規則は規則よ。マコ、毎朝下着で寝てる私のことは、告げ口しないでおいてくれてるじゃない？私が思わず、あんたの手を握ってしまう時もよ。振り払わないでいてくれるでしょ？それとこれとは。違う？どう違うの？パボーネの瞳の色が陰った。彼女にしては珍しく張り詰めた表情をしている。陰ったでいいのかな。足を止め、その理由について考える。そこでマコーはようやくあることに気づいた。森の中でマコーを保護した時も、深呼吸を促した時も、今のやりとりの最中も、パボーネに少女たちの不徳を咎める様子はなかったと。それは悪いことだと思っていなかったからなのだろう。自分がマコーの手を握るように少女たちはごく自然な衝動に乗ってお互いと手を伸ばしたのだと。違うと大声で言いそうになり、マコーは慌てて押しとどめる。言葉にならなかった思いが胸の中で反響する。あれは違反は違反。でもパボーネのそれとは違う。もっと不埒で不道徳で汚濁に満ちたもの。パボーネの他愛ないじゃれつきとは違う。だって、あんなこと。反駁しようとしたマコーはよりはっきりと目撃した光景を思い出してしまう。ほうけた瞳、蒸気した頬、交わされる言葉。何よりも下草に落ちる重々しいメイデンコルセットの音がマコーの鼓膜に生々しく焼き付いている。あれは理性を脱ぎ捨てた音だ。ダメよ！やっぱり悪いことじゃないなんて思えない。はしたないし、それに。はしたないなんてあまりに温当で上品な言い回しだ。そんな言葉ではあの行為の本質には届かない。自分はすでに的確な言葉を見つけている。そんな気がした。しかしそれを口に出せないのはなぜなのだろう。
言葉にしたら何かが終わってしまう気がして、目の前にぶら下がっているのに、どうしても声に出せない。汚らわしい。わお。パボーネはあっさりと近畿に踏み込んだ。マコーの表情に滲んだものを読み上げたような硬い声音だった。はっと顔を上げると、パボーネはより一層暗い瞳をしてマコーを見つめていた。まるで目の前にできた絶望的な亀裂を眺めるような眼差しで。汚らわしいって、そう思うの？マコーは言葉を失い、パボーネの瞳を見返しながら、ただ、また漢字読めん。ごめんね。汚らわしい。確かに、その言葉だ。自分はあの二人を行為を汚らわしいと思っている。服についた吐砂物のように一刻も早く洗い流すべきものだと感じている。プエラリルムの生徒としてはそう思うのが正しいはずだ。あれは明らかに霊山騎士に歌われている悪しき種なのだろうから。その認識に嘘はないはずなのに。このじりじりと喉を焼くような後ろめたさは何なのだろう。わかってる。それが正しいんだよ。ここの生徒なら。でも、私にはどうしても、そうは思えない。あの子たちは、ただお互いのことが好きなだけ。ただ必死にお互いを求めてるだけ。パボーネは目をそらし、自らの両手の指を組んだ。いつもマコーの手を温かく包み込むパボーネの手。それが今、かすかに震えながら、指先が白くなるほど強く、黒を握っている。私は、それを蔑んだり、否定したり、笑ったり、したくない。あんたは、そんな私のことも、汚らわしいって思う？でもなんかあれだよな、やっぱ生真面目なマコーと、結構なんだろう。不道徳とまで言わんけど、割とズボラな、そのパボーネ。やっぱりその、なんだろうな。パボーネにはもうちょっと真面目さが必要だと思うし、マコーには、このくだりがわかるように、もうちょっと柔軟性が必要。規則を破れ悪に染まれって言ってるんじゃなくて、もっと物の解釈を柔軟にしようっていうのが、ね、なんて言えばいいのかな。求められるというか、ね、もうちょっと頭を柔らかくしていいんじゃないっていう。だからそれがあれなんだろうな。バラの作り方にもそこが出てくるんだろうな。かっちりきっちりあっちをこうしなあかん。全体的な均等をこうせなあかん。差異はこうしなあかんっていうのをガチガチに固めてしまうからこそ、あっちが立てばこっちが崩れっていう状況になって。ね。だけど、それをやることによって、なんて言うんだろう、枠から抜け出せんというか、やっぱ柔軟な発想があって、その両者のバランスを取ることによって、一つの形として織りなすわけだから、だからマコーがそのバラを作るのがあんまりうまくないっていうのは、そこなんだろうな。またこの二人もこの二人でさ、互いにないものを補い合いつつ、やっぱ、この二人で一つの天秤の均衡を取っとるっていう感じがペアとして素晴らしいよね。マコーは口を開いたまま一言も返せず、ただ不自然に乱れた呼吸を繰り返した。違う。規定が再び喉奥まで込み上げた。そう。頭では、
その規則ってのは分かっとるんだけど、実際その自分の本心っていうのがそうやってブレーキをかけるわけじゃん。ね。本当はそう思っとるんだけど、それを認めた時に、何か自分の中で壊れるものがある恐怖みたいなのがあるんだろうな。それこそ、アベルラなんかが他人を認めるっていう行為をする、そのプライドの高いアベルラが、負けを認めるというか、他人をなんか受け入れるみたいな、そういうのを絶対許せんみたいな、そんな感じのように。そう、パボーネのことを汚らわしいなんて思うはずがない。パボーネの接触はたわいないものだし、あの子たちは明らかに越えてはいけない一線を越えたのだから。その思いが言葉にならなかったのは、自分の望む結論を得るために引いた歪な境界線ではないか。という考えがよぎったためだ。ほら。そもそも告発自体がマコ自身の後ろ暗い同調をうやむやにするためのものなのではないか。そこやね。やっぱ自分のそのね、罪悪感を打ち消すために他人を非難する。それでうやむやにするっていうのは人間誰しもあることやからね。喉がつかえたような心地で黙っていると、パボーネは寂しげに瞳を伏せた。こんな風に思う私のことも告げ口したいなら、好きにすればいいよ。静かな声で告げると、マコは傍らを抜け、寮の方へと去っていく。そんなことは思っていない。思うはずがない。痛烈な思いは、しかし、やはり言葉にならなかった。マコは自らを抱きしめ、ぶるっと身を震わせた。